皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。今日もポッドキャストを聞きに来てくれてありがとうございます。今日のね、エピソードについてなんですけれども、今日のエピソードは子供の日についてです。突然ですが皆さんに質問です。皆さんの国には子供のために特別な祝日ってありますか？どうかな？例えば子供の成長をお祝いする日だったり、家族で子供と過ごす日だったりですね。実は日本には子供の日っていう祝日があります。子供の日は5月5日です。この日は子供が元気に成長することを願う日本の大切な日になります。そして実はこの日は以前のエピソードで紹介したゴールデンウィークの期間にも入っています。なので日本では連休の中のイベントの一つでもあります。今日はそんな日本の子供の日について紹介をしていきたいなと思います。ぜひゴールデンウィークについてもっと詳しく聞きたいという方は以前のエピソードをぜひ見てみてください。ではまず子供の日の由来についてなんですけれども、子供の日はもともと端午の節句という行事から始まりました。これは日本の伝統的な季節の行事になります。昔の日本では男の子の成長や健康を願う日とされていました。つまりもともとは男の子のための日だったんですね。そしてそれが1948年に日本で国民の祝日として正式にお休みになりました。その時に男の子のための日からすべての子供の成長を祝う日という意味になりました。今では子供の幸せ、そして子供の健康、そして家族への感謝などを大切にする日になっています。次に子供の日に何をするのかについてお話をしていきたいなと思います。日本ではですね、この日にいくつかの伝統的な習慣があります。まず有名なのが鯉のぼりです。はい。皆さんこれ見たことありますか？鯉のぼり。鯉のぼりは鯉の形をした旗のことになります。家の外に飾ることが多くて、風がピューッと吹くとですね、空を泳いでいるように見えます。とても綺麗なので、日本の風物詩の一つかなと思います。はい。これなんで鯉なのかというとですね、実はこれ中国の伝説が関係をしています。その伝説では強い流れの川を登り、滝も登った鯉がですね、竜になって天に昇ったと言われています。つまり鯉は逆境に負けずとても強くて努力して大きく成長する魚というイメージがあります。そこから日本では子供が困難だったり辛いことがあっても負けずにたくましく強く育つようにという願いを込めて鯉のぼりを飾るようになりました。はい。そしてもう一つ、子供の日に飾るものがあります。それが5月人形です。はい。これは家の中に飾る人形です。例えば侍とか武士の兜、そして鎧ですね、などの形をしています。日本の昔の武士のイメージですね。侍とか武士のイメージになります。これには子供を守るお守りの意味があります。昔のね、日本では病気とか事故とかなど子供に悪いことが起こらないように、人形が身代わりって言って子供の代わりになってくれるという意味で飾られていました。つまり子供の健康や幸せを願う、人形はお守りのような存在になっています。はい。これはですね、3月3日に実は
ひな祭りっていうイベントもあるんですね。この日は、また別のね、人形を飾ったりもするんですけども、子供の日については、こういったものを飾っていきます。そして、子供の日に食べる特別な食べ物もあります。皆さん知ってますか？結構ひな祭り、3月3日のひな祭りって女の子のね、イベントもあるんですけど、その日は、ちらし寿司を食べたり、ひなあられっていうなんか結構ね、カラフルなポップコーンみたいなお菓子があるんですね。これはお米からできてるんですけど、とても美味しい、甘くてちょっと美味しいものなんですけど、ひなあられってものがあるんですけど、子供の日はですね、また別の特別な食べ物があります。例えば、かしわ餅とか、ちまきというものです。かしわ餅はお餅の中にあんこが入っていて、それをかしわっていう葉っぱですね。で、包んだ食べ物、お菓子になっています。はい、こんな感じですね。そしてちまきは、お餅をその竹の葉っぱ、また別の葉っぱなんですけど、竹の葉っぱで包んだ食べ物になります。実はね、日本では東日本ですね。真ん中より東の方を東日本って言うんですけど、東日本ではかしわ餅。西日本ではちまきを食べることが多いと言われています。でも最近は結構地域に関係なく食べるお家が多いんじゃないかなと思います。どちらもですね、子供の健康と成長を願って食べる食べ物になります。はい。甘くて美味しいものになっていますね。はい。私は東日本だったので、かしわ餅でした。北海道なので、私はね。はい。かしわ餅を食べたことがあります。実はね、ちまきは食べたことがないです。はい。ちょっと食べてみたいですね。若干味が違うと思うので、食べてみたいなと思います。はい。そして日本ではこの時期になると、たくさんの鯉のぼりがね、飾られる場所もあります。例えば、川の上にね、たくさん鯉のぼりを飾るイベントとかもあります。公園とか観光地のイベントなどですね。有名な場所としては、群馬県の館林とか、熊本県の杖立温泉。はい。そして神奈川の相模川などがあります。はい。さらにいっぱい泳ぐ鯉のぼりは本当にね、綺麗で日本の春の風景の一つになっている感じですね。日本でね、鯉のぼり見たことあるよって方いますか？どうかな？ぜひいたらね、コメントで教えてください。はい。そしてね、子供の日はゴールデンウィークなので、家族で一緒に過ごす日でもあります。例えば、子供と一緒にお出かけをしたり、一緒にご飯を食べたり、あとは一緒に家族写真を撮ったり、家族の時間を大切にする人も多いです。ゴールデンウィークの期間なので、旅行とかレジャーとかテーマパークに行く方も最近は多いですね。はい。ということで、今日は日本の子供の日について紹介をしました。子供の日は5月5日の日本の祝日になっています。ゴールデンウィークですね。ゴールデンウィークの最終日ですね。最後の祝日になっています。子供の健康と成長を願う日として作られた祝日です。鯉のぼりを飾ったり、5月人形を飾ったり、かしわ餅とかちまきを食べたり、いろいろな文化があります。春になるとね、空にたくさん鯉のぼりが泳ぐ風景を見ることもできます。もしかしたら東京とか都会ではもしかしたら見られないかもしれないんですけど、田舎とかね、はい。私の実家ではよく鯉のぼりが上がっていました。はい。もし日本に来る機会があれば、ぜひ日本らしい春の風景も見てみてほしいなと思います。ちなみに皆さんの国では子供のための特別な日あったりしますか？はい。もしあれば、それはどんなお祝いなのかとか、どんなことをするのか、ぜひコメントで教えてください。それでは、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。またねー。